今日も足つくと思うから、もう手前から行っちゃいますか。ほぼ半年ぶりの動画を撮影しております。ほら、浅くなってきた。気持ちいいですね。今日はですね、大潮で満潮が朝7時50分、現在、9時25分ぐらい、満潮過ぎて1時間30分ぐらい、そろそろね引き潮の流れになっていくんだと思うんですよね。だからサトルアイランド、久しぶりのサトルアイランドもこれからまたどんどん広がっていくというわけですね。前回アップした動画多分1月頃だったっけ。だけどあれの撮影が12月半ばなんですよね。まさに5ヶ月ぶりの撮影なんですけど、今年ねやけに天気悪くて、で水温も低くてね、気温も低かったんですけど、今日もねゴールデンウィークの後にしてはやけに水がね、低いっていうか、気持ちいいんですけどね、こんなに冷たかったっけみたいな感じなんですけど、それで、そのただでさえ晴天の少ない、今年がですね、私の雨男の気質と、相まって、私の休日はこれまで、100% 雨風というね、ものすごい状態になってましたけど、今日はね、自然に私の休みが、晴れになったわけではなくですね、今日、たまたま予約が入ってなくて、で昨日の夜天気予報を見て、風もね強くない、しかも晴れるという感じで、その売り上げという身を切る覚悟で休業してまいりました。ほら、いいでしょう。こういうのはノンストップでお届けしたいですよね。最高だよ、ほんと。半年ぶりだよ。半年ぶり。サトルアイランド上陸。休日が晴れてんのも半年ぶり。すごい。綺麗だね。すごい。やっぱり来てよかったっすね。ほら、人はみんなね、旅行の予定を立てておきながら、実は行く時になると面倒になるじゃないですか。それと同じなんですけどね。ここもね、家からすぐの場所なのにね。いいね。タイミングもバッチリだね。やっぱり寝とけばよかったかななんて言いながら、ね、だらだらと準備をした時間がこの絶妙なタイミングを作ってくれた。すごい。ちょっとツイッターでツイートして自慢しよう。さて、ツイッターで自慢の終わったので、もうちょっと奥に行ってみようね。ちなみにまだここには誰も来てないので、今のところ独占状態。いいね。このね、
毎年言うんだけど、このサスの両側から波が来るじゃないですか。これがいいんですよね。いやー、なんとも言えない。あ、最高だ。もう一回写真撮っとこうか。で今日ね、自撮り棒じゃなくてGoPro を手首にはめるようなねマウントをちょっと試してみてるんですよ。これが調子良ければね、次の上高地でも行った時にちょっと使ってみようかなと思って、ちょっとこの距離が近い感じはするけど、おっさんのね顔が近いっていうことでちょっと我慢してますね。あー、美しい。最高やないか。なんだこれ、今日休んでよかったな。はい、また少し奥の方へね向かっていってます。もう今引き潮なんで、これからこのサトルアイランドがねだんだんこう水面上に現れてくるんですけど、その奥の方のねこの美しい感じがもうわずかな時間しかね見られませんから、今日はねちょっと奥の方へ行こうかな。ほら、もうあそこサス出てきたね。これもどんどんこっちへ広がってくるからね、それと同時に、俺も追いかけられるように奥の方へ行こうかな。今日ね、あれサップじゃないのかと思う人もいると思うんですけど、穏やかな日ではあるんですけどね、今日風速7メーターあるんですよ、南風で。サップってね、一般的には5メーターまでと言われてて、風速ね。で5メーターの時余裕だったんで、6メーター7メーターって試していったら、7メーターの時で向かい風で相当きつかった。向かい風でこのビーチへ戻る時ね、7メーターはダメだなと思ってね。だから私個人的には6メーターまでにしとこうかなっていう感じですね。この間ね、西表島の宿、ビラヒルギのねおかみさんから電話が来てね、あんた最近顔見せないけどどうなってんのみたいな、ね、感じだった。もうね西表島に何年も行ってないんですよね。こんな近いのにね。カヌーツアーかぐやの金子さんにも会ってない、カヌーツアー風車の大谷さんにも会ってない、パッソのね、小野さんにも会ってない、もう誰にも会ってない。船浮のね、かまどま荘の綾子さんにも会ってない。西表に全く行ってない。行かなきゃね、いつか行かなきゃって言ってたらもう寿命になっちゃうから、行きたいと思ったら行かなきゃダメだね、ほんと。すぐそこなのにね。だいたいね、夏場はいつも西表島にああいう雲がかかっててね、おそらく西表島の亜熱帯の山で、雲を作ってるんだろうなと思うんだよね。というのもね、石垣島もね結構な確率でああいう風に山の方にね雲がかぶってるから。で竹富とかね小浜とか黒島にはねそういう風には雲はかかんないんですよね。ほら
ちょっとしつこいけど美しいですね。私の心のように美しいですよ。最高じゃないですか。ほらもうこの辺からは石がないからね、裸足で歩ける。もうこの辺りまでは結構石が多いんですよね。さあ、じゃあ久々にちょっとシュノーケルしますか。ちょっとね、正直言うとちょっと寒くなりそうな感じの水温ではある。歩いてる分には大丈夫なんだけど、全身使って1時間2時間も泳いだら相当冷えるだろうなっていう感じはありますね。とうとう次の人が来てしまった。私の独占タイムもこれでおしまいです。さあ、サワニが2隻出てる。いい雰囲気だよね、サワニがいるとね。最高だね。さあ、そして海の方ね、何にもいなかったね。分かってたけどね。今日はね、大潮の満潮で結構深いから、ちょっと怖がりの僕はね、沖まで行けなかったから、やっぱりね、そういう時は大体魚は何にもいない。もうしょうがない。泳ぐのを楽しむっていうだけだね。そう、ちょっとね、謝らないといけないのがあるんですけど、今までね、皆さんにいただいた飲み物ね、100% ジュースとか、ご当地サイダーとか、あれがですね、この半年間の間にですね、海に行けないフラストレーションから、毎夜ね、一瓶ずつ飲んでしまい、すべて飲み切ってしまいました。すいません。多くの方がね、動画で使ってくださいなんて言ってくださるんですけど、最高にね、光栄なことですが、それなのに飲んでしまいました。すいませんでした。今日は水筒を持ってきてます。おー、すごいよ、ほらこの色の、ほらいいね、最高ですね。ちゃんとあった。サンダルをちゃんとね、椅子に乗っけたかなと思って確認しに来たよ。一昨年ぐらいだったっけ、シュノーケルマスクもね、ポンと水面に置いたかなんかで、そのままもうなくしちゃったんですよね。こう椅子の上とかもう流されないところに置くことを忘れてしまって、うっかり。あれは失敗でしたね、本当。思えばね、今思ったけど2連休だからね、西表に行けばよかったんだと思って今思いついたよ。なんか去年も一昨年も同じこと言ってたよね。
もう一回ぐらいね泳ぎたかったんだけどな、ちょっと風が強くなってきたんですよね。予報より強いんじゃないかなこれ。SNS を見るとね、いろいろ外国人の騒動や中国とのいろいろなことなどね、ちょっと物騒なことばっかり上がってくるから、ちょっと忘れようかな。ちょっとここにいるときはここだけを楽しもう。まあ、梅雨入り宣言まだされてないけど、まあ、梅雨の、ね、中のすごくいい季節で、まあ、八重山諸島はね、まあ、多少雨は降ったりするけど、まあ、それは普段の感じで、本土の梅雨入りみたいにずーっと降ったりなんかしないからね。それでいて、まあ、梅雨の時期っていうこともあって、そのお客さんは少ないし、で昼間は暑く夜は涼しくみたいなね、ほんといい季節だよね。さあじゃあ帰ろうか。今1時。はい、じゃあ帰ります。いやー、今年初泳ぎ気持ちよかった。最高だった。もう完全に砂漠のようになってるね。